ドバルタン、こんにちは。クロアチア旅ソムリエ。2003年からクロアチアの首都ザグレブに住んでいるサチです。今回は前回に引き続きクロアチア観光の目玉プリトビツェ古郡国立公園についてご案内します。前編ではご覧の内容についてご案内しましたが、この後編ではプリトビツェ国立公園入園チケットの仕組みとコツ、公園訪問の実用ノウハウとして食事やトイレ、手荷物預かりや宿泊、公園訪問時の注意点、そして最後によくある質問をお届けします。プリトビツェ国立公園はユネスコ自然遺産に登録されています。環境保護の観点から混雑緩和を目的として入園者数の上限が設定されています。チケットは現地のほか事前にオンラインでも購入できるようになっています。オンラインでは1日前まで購入できますが、人気のエントランス1の9時から11時台は完売することも珍しくありません。現地で買える当日枠もありますが、そちらも売り切れとなると希望の時間には入園できなくなります。入園チケットの残数は公式サイトからも確認することができます。希望通りの日時に確実に入園できるだけでなく、入園時の行列を避けるため、日程が決まったらできるだけ早くオンライン購入するのがおすすめです。ただし入園時間枠外には入園できない場合もあるので、交通機関との兼ね合いで余裕を持ってチケットを購入しましょう。詳しいチケットの購入方法については概要欄記載のウェブサイトをご覧ください。現地で入園チケットを買う場合はカードでも支払うことができます。またオンラインで購入した場合は印刷をするほか、スマホ画面の提示でも OK です。公園内でボートに乗るにはチケット提示が必要なのでなくさないようにしましょう。プリトビツェ国立公園内や周辺にはレストランやカフェテリアがあります。郷土料理のほかハンバーガーやサンドイッチ、アイスクリーム、各種ドリンクなど軽食を販売しています。季節によって空いている場所が変更になる場合もあります。営業時間はウェブサイトで確認をすることができます。料金は観光地の割にはリーズナブルです。コロナの関係かカードでしか支払うことができません。混雑や売り切れなどの可能性もあるので、最低限の水や軽食程度は万が一に備えて持参した方が安心です。ザグレブなど各地のバスターミナルではパン屋さんなど飲食物の購入には困りません。ただしこちらも混んでいる場合があるので、時間に余裕を持ってお出かけください。トイレは公園内に数カ所あります。スーツケースなどを預けることができる無料の手荷物預け場所はエントランス1、エントランス2の両方にあり、インフォメーションで鍵を貸してくれます。ただし貴重品は預けない方がいいでしょう。 ATM は駐車場の近くにあります。国立公園周辺には公園直営ホテルのほか民泊が多数あります。公園直営ホテルに宿泊すると1日券を買えば宿泊期間中はレセプションで無料で延長してもらえます。プリトビツェ国立公園訪問時の注意点を6点ご紹介します。その1、混雑する観光地なので残念ながら公園内でもすり被害が発生しています。貴重品の管理にはくれぐれも気をつけましょう。その2、標高が高いため公園エリアはザグレブより 2、3 度気温が低くなります。また電気ボート乗船時は夏以外は結構肌寒いこともあるので、ウィンドブレーカーや防寒対策があると安心です。その3、結構上り下りのある遊歩道なので歩きやすい靴が必携です。その4、雨が降ったりして濡れると木道が滑りやすくなります。
足を滑らせて捻挫されるケースもありますので、足元には十分ご注意ください。その後、公園内のボートやパノラマ列車は運行終了時間に気をつけましょう。その6、カモに餌をやっている人をたまに見かけますが、国立公園の生態系に影響を与えるため、餌やりは禁止されています。よくいただく質問その1、下湖と上湖どちらに行った方が良いですか？せっかくなので両方行くのがおすすめです。時間や体力の関係でどちらかのみということであれば、前編でご紹介した絶景スポットをご参考にエントランス1から入ってステーション1まで歩いた後、上湖エリアへというパターンもありますが、そうすると一般的にマストスポットとされている大滝は飛ばすことになります。国立公園自体は広大なのですが、一般的に訪れるエリアは実はごく一部にしか過ぎません。散策プランでは下湖ルート 3.5 キロ 2,3 時間と表示されています。直線でないのと若干高低差があるためでしょうが、地図の縮尺を見るとこの長さで 0.5 キロ、普通に歩く速度が1時間4キロと考えると、実はそれほど大変な距離ではないことが分かっていただけるかと思います。また一般的な歩幅が1歩70センチと考えると、5000歩で 3.5 キロ、1万歩でも7キロ歩けるので、そちらを目安にされても、普通に健康な方であれば上湖下湖両方行けるのではないかなと思っています。おすすめのこのルートは移動距離は8キロとなっていますが、普通に歩くと2時間の距離、混雑時はボートや列車の待ち時間で時間がかかりますが、それも含めて4時間から6時間という設定なのかなと思っています。質問その2、日帰りではなく一泊した方が良いですか？こちらも好みの問題なので、いつも返答に困ってしまいます。アウトドア派で自然の中で長い時間過ごしたいという方でしたら、2泊されて大満足のお客様もいらっしゃいました。また暑い時期で朝晩の比較的過ごしやすく混雑も少ない時間を狙いたい場合も宿泊がおすすめです。ただ個人的には基本日帰りで十分かなと思っています。ブログ用に写真をバシバシ撮りながら、70代の両親と当時5歳と3歳の子供2人を連れて行った時も、上湖下湖の両方をかなりゆったりペースで回りましたが、日帰りで満喫しました。長期旅行の途中に全泊することもありますが、公園自体は 5,6 時間で十分な感覚です。質問その3、おすすめの散策時間はいつですか？下湖エリアは11時から午後の1時を中心とする太陽が高い時間帯が一番おすすめです。その理由は光です。下湖谷部分は南北に伸びているので、朝早くや夕方は日陰ができます。公園内で散策をしているときは全く気にならないのですが、写真などを見るとちょっと残念な感じがします。ただ夏の暑い時期は日陰があった方が過ごしやすいのと混雑が少ないので、朝一や夕方の散策がおすすめです。質問その4、国立公園の入園チケットは事前に購入しておいた方が良いですか？6月から9月は大混雑するので、早めのオンライン事前購入がおすすめです。それ以外の時期の場合でも、お天気と相談して行く日時を決めるという場合を除き、国立公園を訪れるタイミングが決まっているのなら早めの購入が安心です。ただし入園券のキャンセルや交換はできませんのでご注意ください。入園チケットの残数を確認して決めるというのもありですが、売り切れ覚悟自己責任でお願いします。質問その後、小さな子供連れですがベビーカーはあった方が良いですか？遊歩道では階段のところとベビーカーを押せるところと半々ぐらいのイメージです。また階段でないところも舗装されていない山道です。重いベビーカーはかえって負担になる場合もあります。軽めのベビーカーにするか、背中に背負うタイプの方が動きやすいかもしれません。プリ
ツェ古郡国立公園観光完全ガイドいかがでしたでしょうか。世界一の絶景とも謳われるプリトビツェ国立公園を満喫していただけると嬉しいです。クロアチア旅ソムリエでは大人のためのクロアチア旅行お役立ち情報をお届けしています。この動画がお気に召していただきましたら、チャンネル登録して応援していただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画までさようなら。フバーラ・ドビジェニャン。